こんにちは、ミニマリストの小野です。今日は1月14日23時頃に録音しております。ちょっとですね、配信するまでに若干ちょっと時差がね空いてしまうかもしれません。今回ですね。なので今日1月14日時点のお話として聞いていただけると嬉しいです。今日はですね、私の食材とか日用品の買い出しについてちょっとね、これは今日長くなっちゃいそうな予感がしておりますが、なんかながらで聞いていただけると嬉しいです。はい。なんか今日何話していくかっていうと、なんか結構その主婦の方とかってみんなそれぞれ買い物の仕方が違うなって思うんですけど、なんか私的にこうなんかミニマリスト的な思考で今ちょっとねいろいろ試して今こんな感じでやってますみたいなのがね結構いろいろあるなっていうことに気がついたんで、ちょっとそこをね共有できたらなと思うんですけど、もしなんかちょっと誰かのためになればなと思います。はい。で早速なんですけど、食材の買い物についてですね。はい。まずちょっと基本的なところから言って回数なんですけど、私食材の買い出しの回数をもうなんか何年も週に1回と一応決めていて、なんかその土日祝お休みの仕事なので、その月曜日から金曜日土曜日ぐらいの分を、土日で買い出ししておく。でその買った中で週末まで回していくっていうのをもう何年も続けています。はい。で時々卵が切れたとか、なんか調味料が切れたとか、そういうので追加で買い物に行く時もあります。結構それが多いので、週に1回から2回ですかね。でも基本大量に買うのは週に1回と決めています。はい。で今ですね、私シングルマザーなので、結構買い物が大変なんですよね。まだ上が7歳下が5歳なんですけど、そんな言うこと聞かない子たちなので、買い物って大変ですよね。はい。なんで今ネットスーパーを主に利用してるんですね。はい。でその週に1回なので、週に1回ネットスーパーでちょっとまとめて買い物して、で足りなかったらちょっと近所に買いに行ったりもするっていう感じですね。はい。でなんかすごいネットスーパーで固定化するのがいいなっていうふうに思っていますので、結構おすすめなんですけど、なんかネットスーパーっていろいろあると思うんですけど、うちは田舎なので、選択肢がないんですよね。なんかよくなんか声優ですかって昨日は聞かれましたけど、声優とかないので全然ないので、選択肢としてはイオンネットスーパーかコープ、コープはちょっとねネットスーパーって言っていいのか分かんないですけど、コープと、イオンネットスーパーと、あと地元のネットスーパーがなんかね頑張ってやってるところがあるんですけど、その3択なんですね。で、いつだったかな、下の子が生まれてすぐの時だったかなと思うんですけど、なので5年ぐらい前ですね。5年前ぐらいに初めてちょっと出かけるのが大変だということでネットスーパーを使いまして、初めに使ったのはイオンネットスーパーだったんですね。はい。でもなんかその時は結構使い勝手が良かったんですけど、イオンネットスーパーですね。なんか 2,3 年経ったらですね、なんか使いにくいなんかちょっとそもそもちょっとサイトの作りでなんか検索しにくかったりとか、スマホでやるんですけど、ちなみにスマホでやってる時にちょっとスマホなんかそのカテゴリー検索がしにくかったりとか、なんかそういうのがちょっとイオンネットスーパーは多くて、あとですね、配送業者がですね途中からあれになったんですよ。ヤマトさんに変わったんですけど、ヤマトさんに変わると出荷から到着まで1日かかるんですよね、同じ市内でも。はい。でその前はなんかその当日出荷当日受け取りみたいなことができたんですけど、それができなくなっちゃって、そうだったんですよね。せっかくなんか近いのになんか1日待たないといけないみたいなのがちょっと
あったので、その使いにくさと、そのヤマトさんに変わってしまったっていうので、ちょっとなんか他のところ使ってみようかなと思って、まずコープをですね検討したんですね。でコープ友達が使ってたんでちょっと聞いてみたんですけど、なんかちょっと若干割高だよねみたいな。私スーパーのコープは結構好きなんですよ。なんかすごいですよね、コープって。スーパーのスーパーの方のコープって、すごいなこのスーパーって何回言うや思ったんですけど、なんかもう全てにおいて気が利いてるんですよね。なんかサービスカウンターでバーベキューセットの貸し出しとかやってるしね、なんだっけ、イートインコーナーもあるし、レンジもあるし、コーヒーも飲めるし、お茶も飲めるしみたいなとか、なんかその小分け野菜も豊富だし、なんかオリジナルプライベートブランドみたいなのも安くて、なんかいいサイズで売ってるから、すごくコープ自体はすごく好きなんですけど、そのコープの何ですっけ、生協宅配っていうの、コープの宅配ってやってますっけあれになるとちょっとね、やっぱ割高だなっていうのを感じたのと、その毎週必ず持ってくるっていうそのなんか縛りがあるんですよね、確か。ちょっと知らないんですけどね聞いた話なんで、はい、正しいかどうかはちょっと分かんないですけど、聞いた話によると、その毎週必ずその注文しないといけない、注文しない週でもその送料200円とかでしたかねをなんかその支払わないといけないっていうのと、あと注文から到着までのタイムラグがね結構5日とか確かそのくらい、1週間ですね、1週間か。到着の時にその到着の日に注文して、で受け取りの時にまた注文してみたいな、だから1週間後の、注文をねしなきゃいけないっていうのが、ちょっとその2つがネックで、ちょっとコープはちょっと厳しいかなっていう感じだったですね。はい。でそうなるともうあと1個しかなくて、その地元スーパーのネットスーパーですね。ちょっとお名前はちょっとねローカルスーパーなんで控えさせていただくんですけども、そこもちょっと残念ながらヤマトで、翌日着でしたね。同じ市内ではなくて同じ、県内から届くんですけど、市外、私の住んでる市じゃない市から届くんですね。なので、それはしょうがないかなっていうところで、ですね、送料がですね、なんとそのスーパーはですね、なんか不思議な作りをしてまして、ですね、3000円までだと送料100円で、3000円以上、5000円以上とかでも確か送料が300円みたいな、なぜか買えば買うほど増えるみたいな謎ですね手間かな、違うかなんでしょうね、ちょっとよくわかんないんですけど。であとその、買い物代行手数料っていうのが確か100円か200円かそのくらい続いた気がします。はい。なんでちょっとね、ちょっといっぱい買った時は手数料が500円ぐらい合わせてかかっちゃう。で、3000円以下の時は200円だったかな、かかってしまうんですけども、なんか結構品揃えがしっかりしてるのと、なんかやっぱ地元スーパーなので結構その安いなっていうのと、あとはなんか普通にスマホでも探したりカートに入れたりっていうのがすごくしやすかったんで、今そこを使ってますね。はい。でそれをなのでですね、だいたい土日休みなんで土曜日の午前中に届けてもらうようにするんですけど、そうなると、前日の3時までに注文すれば翌日届くんですね。なので今そのルーティン化みたいな感じになってるんですけど、金曜日の3時までに注文して、で翌日土曜日の午前中に届けてもらうみたいなルーティンが今ちょっとね出来上がってるところです。で時々そのねよくなくなるのがね卵とかね卵よくなくなるので、それを追加で、水曜日とかに買いに行くことが多いです。はい。それで、なんかネットスーパーとスーパーの、なんか違いというか、なんでネットスーパーにしたんかみたいなところ言ってないですよね。言ってないですもんね。そうなのでですね、私はさっきもちょっと言いましたけど、子供をね2人連れて行くので、それだけで大変ですよね。まずね、
子供2人連れて出かけるっていうのがまず大変、わちゃわちゃしてね言うこと聞かないですしね、人にぶつかったりとか、なんかもう人来てるのにどかなかったりとか、そういうね子連れならではのね、なんかちょっと大変さっていうのがまずあると思うんですけど、それが一つと、あとですね、買いすぎますね。普通にスーパー行くと絶対に買いすぎるんですよ。だってもうなんかあれですよ、スーパーってもうなんか誘惑の中を歩いてるようなもんだなって私は思うんですけど、なんかそのスーパーの動線通りに進むと、まず野菜買ってお肉買って、でなんか牛乳とかのコーナー行ってパンのとこ行ってみたいな感じで進んでいくんですけど、なんかもうあちらこちらに誘惑がね潜んでいて、でもうなんか最後らへん気づいたらね、なんか買う予定じゃなかったものがたくさん入ってたりしません？絶対しますよね。絶対するんですよ私は。だってまずね、お惣菜コーナーでまずもうなんかちょっと疲れても、もうお腹空いたからちょっと帰って食べようみたいなやつ買っちゃうし、なんかなぜかお団子とか買っちゃうし、絶対お菓子、子供絶対お菓子買うじゃないですか、スーパー行ったら。1個だけ買っていいよっていつも言うんですけど、なんかその1個選ぶのがまあ長いから、私もなんかつい見ちゃってつい買っちゃう時もあるじゃないですかね私は甘いお菓子もしょっぱいお菓子もどっちも好きなんで、もう誘惑だらけですよね。そうで、牛乳とか豆乳とか買うときになんかそのデザートコーナーが近いからついプリン買っちゃうじゃないですか。で冷凍食品を私最後に行くんですけどね、お弁当のおかずとかですね、冷凍食品のコーナーにはもちろんアイスが売ってるじゃないですか。で私アイス大好きなんで、もうアイス買いますよねで気づいたらもうアイスを早くいかに溶かさず帰るかみたいなところに意識がいって、買いすぎてることには気づかずに、そのまま気づいたらね、なんかもう団子もあるしお菓子もあるしみたいな、団子もあるしお菓子もあるしなんかジュースも入ってるしみたいな、そういうことがね毎回起こるんですよねはい、まずそれが2つ目ですね。もう誘惑が多すぎる。本当にスーパーは誘惑の中を歩いてるようなもんです、マジで。なのでちょっと買いすぎるっていうのがもう一つありますね。はい。あと普通に時間かかるよねっていうとこですね。だからだいたい行って、私結構のんびり選んじゃうんで、行って選ぶのにまず30分以上かかるから、絶対1週間分買うとですねかかるから、もう30分で帰って30分、1時間半ぐらいかかるんですよ。1時間半ぐらいかかるんですよね、子供連れてるしね。だから時間かかるよねっていうところですね。でネットスーパーで買うと、同じくもちろん注文の手間がかかるんですけど、なんか私メモ帳にですね、iPhone のアプリのメモ帳になんか買わなきゃって思うたびにそのメモをしていくんですね。卵っつって卵買う、豆乳買うみたいな感じで買うものリストみたいなのも作ってるんで、それをなんかね書き換えていくだけというか、見ながらこうポチポチってカートに入れていくだけみたいな感じなんですよね。だから注文自体の手間は多分ね30分かかんないですね。早ければ15分とか10分とかで終わるかなっていう感じですね。はい、時間かからんっていうのと、あと重いですね、普通に荷物がねマジで子連れの重い荷物は本当に辛い。あとエレベーターのボタン押せないし、でね、子供に手伝ってって言っても重いから嫌だとか言われるし、重いからねそりゃ、嫌って言われるし、もう私両手でこう一個ずつ荷物持って、それで車開けてね鍵閉めてとかで、エレベーター乗ってって鍵開けてみたいなのを全部ね重い荷物持ったまましないといけないんですよ。普通に買い物行く時ならまだしても、お米買った日にはですよ、2往復ですよ、車まで。もう絶対持てないから、5キロとか買うからですね。2キロ買うとちょっと割高ですもんね。5キロとか買うから、もうなんか1回行って下ろして、またもう一回車行ってお米取ってみたいな感じでやってますもんね。それがネットスーパーだったらですよ、お米持ってきてくれるんで、玄関先までね。めっちゃいいですよね。そうだから重いっていうのは結構私の中で大きいですかね。水とかは買わないんですけど、あと牛乳とかヨーグルトですね、もう固定で
今買ってるんで、それが結構なんか地味っていうか、結構激しく重いですねうん、そうでもあと疲れるんですよね。普通になんかもうそれ買いすぎっていうのもあるけども、なんか買い物してたら疲れてきて、なんかもう晩ご飯買って帰っちゃえみたいな、今日買って帰っちゃえみたいな、もうなんかちょっと疲れたからお酒飲んじゃえみたいなやってた時もありましたけど、私もお酒今ねやめてるから買わないんですけどね。いやもうアイス買っちゃうんですもんね今ね、絶対。そうでもネットスーパーだとアイス買えないんですよそういえばアイス買えないっていうか、買えるんですけど、ちょっとね保冷が足りてないのか、一回買った時にめっちゃ溶けてね届いたからねもうアイスはネットスーパーで買わないと決めました。クーリッシュとかだったらねいいかもしれないですけどね、溶けてもいいやつね。そんな感じで、もう絶対ねいろいろ考えるとスーパーよりもネットスーパーの方が楽でお金がかからない、時間イコールお金っていうのもあるんで、もうちょっと手数料かけてでも買い物自分で行くのやめてネットスーパーで買い物した方が、もうなんか絶対いろんな面でいいよなって今思ってますね。はい。でちょっと前ご飯の回で話したかもしれないんですけど、もうなんかね朝ごはん固定してるんですよね。私はブルーベリーとヨーグルト、もしくはバナナとヨーグルトみたいな感じで、果物とヨーグルトみたいなのが固定に今なってます。で子供たちは、パンかご飯みたいな、なんか個人的に食べたいやつをね、朝はねあんまりねみんな食べないから、なんかね娘ちゃんはご飯派なんですよ。娘ちゃんはお茶漬けか納豆かふりかけご飯って言います、絶対なんかおかずちょっとあったら付け足す時もあります。で息子の方は息子の方はですねパン派なんですよね。だからパンに目玉焼き乗せてほしいか、ジャムパンか、コーンスープとパンみたいな感じかなですよね。そう、あと塩パンも好きですね。自家製塩パントーストにマーガリン塗ってバター塗って塩かけるみたいなやつですね。塩パンめっちゃ多いですね。なんかあれ酒飲みの下ですね、あの子はね。私と一緒で、はい、そうなんで朝ごはんはもうなんかそれぞれ固定に、もうねそれが子供たちももう何年もそのスタイルなんですごいですよね。飽きないのかなみたいな思うんですけど、飽きないんですね。で私もなんか食事の固定化って最初すごい嫌だったんです。抵抗あったんですけど、なんかヨーグルトだけはねしっくりきてずっと固定でやってますね。でお昼ご飯は各自あれですね、子供たちは給食があって、私はお弁当か、お弁当を買うかみたいな、お弁当作っていくか買うかみたいな時が多いですね。でお弁当ももう海苔弁で固定なんで、作る時はですねご飯と海苔乗せて冷食乗せて適当にあるおかずとか卵焼きとかウインナーとか乗せてお弁当を作ってます。はい。で夜ご飯も言うたけど固定ですね固定というか、夜ご飯は結構変動、固定っていうほどではないですかね。ご飯とおかずもう一個みたいな。最近味噌汁率がちょっとね減ってますね。豚汁率がちょっと減ってますね。何食べてるんだろう。ちょっと最近仕事が忙しいから結構手を抜いてるかもしれませんちょっとこれ以上は言わないでおこう。はいはい、なんかお味噌汁作る時も時々ありますね。なんかタンパク質をね今ね多く取ろうっていう風に心がけてるんで、卵料理とかは結構ね多くなってるかなっていう感じですね。ちょっと最近栄養素についてねちょっと勉強いろいろしてるから、なんかその栄養素も考えながら固定化をねちょっと今後も続けていきたいなって思ってます。はい、なので、ちょっと話はそれましたけども、そのスーパーで買うものも固定しているので、ネットスーパーでね買うのもね大体いつも決まってるんですよ。で非常食もね実はここに関係してくるんですけど、非常食っていうか備蓄ですね。備蓄をね私前ちょっとシンク下でいろいろとねやってたんですけど、ちょっとなんか多すぎるなっていうことで、その日常的に買うものを備蓄としてちょっと多めに卵とかで
卵好きやなって感じですよねなんかちょっと納豆とか卵とかバナナとかそういうその完全栄養食と呼ばれる食材たちをちょっと多めに買っておいて、備蓄にもなるようにっていう感じでやってますね。はい。なんでちょっと今ね固定で買うものが結構あるんですけど、もちろん卵ですね。卵はね1パックは絶対未開封のものがあるようにしてます。なんで常に 1.5 パックとか2パックとか、少なくとも1パックはあるみたいな状態にしていてね、卵ってね賞味期限めっちゃ長いじゃないですか。すっごい長いし、もう栄養価がすごくまんべんなく栄養素取れるし、茹でてしまえば結構日持ちするんですよね。茹でてしまえば日持ち、茹でなくても日持ちするけど、茹でておけばパッと食べられるっていうのもすごくいいなっていうので、卵ねいろんな料理に使えるし子供たちも大好きだしっていうんでちょっと多めに置いてます。であと固定で買うものがヨーグルト。私カスピ海ヨーグルトがね大好きなんですよ。なんか粘りがあるやつですね。ちょっと割高かもしれないんですけど、もう絶対あれじゃないとダメで、あれを3回に分けて食べるんで、だいたい3回で3回毎朝食べて3日で使い切りますね。なんで常に冷蔵庫に2個あるみたいな感じですね。であとは納豆ですね。納豆もね絶対食べる、週に 3,4 回は絶対食べるようにしてるので、納豆も引き割りを、子供が食べれるようなちょっと小さめサイズを2パックぐらいね、2パックっていうか1パック3パックつながってるやつかける2ですね。だから6食分ですねは置いてあるかな。であと野菜ジュースも常備してます。いくつかね。あと牛乳と豆乳ですねもうちょっと多めに置いてます。これらはもう非常食にもなるぞっていうので、毎日食べれる、栄養価も高くて日持ちして毎日食べられて固定化させてたりとかねするものになるので、常にもうお気に入り登録しておいてすぐカートにパパって在庫見ながらね入力していく感じで買ってます。なんか一部固定とかねやっぱおすすめですね。買い物もねそう楽になるんですよ、固定化させるとだなって思ってます。はい。そうなんでねネットスーパーはね非常におすすめですね。そうでちょっとこれはみんなに聞きたいんですけど、決済方法って皆さんどうしてるんですかね私はですねクレカって便利じゃないですか。クレカだとね使いすぎるっていうか、使いすぎることはなくなったか、でも固定になったからなんですけど、その家計簿をつけるときにですね非常につけにくくないですか。なんか私家計簿は Excel で自分で作ってフォーマット作って、でも自分が使いやすいようにバーッと毎月10日が給料日なんで10日で締めてっていう風で毎月つけていくようにしてるんですけど、そのクレカだと締め日がねちょっとねバラバラじゃないですか。お店によって購入先によってですね、そのカードによってもありますけど、カードによって違う上にそのお店によって締め日が違うから、何月分っていう風に私は分けたいんですけど、これいつの買い物だみたいなで引き落とされる月とちょっといつの買い物だっていうのがずれてきてしまうっていうのがね、なんかねちょっと管理しにくくて、でよく聞くマネーフォワードってアプリも試したんですけど、ちょっと見た目がガチャガチャしすぎててちょっと私にはちょっと耐えきれなかったですねなんかうまくいかなかったんですよね。だから支払いは基本その時使いたい違うなんだっけ、ちょっと後払いとかはね下げたいんですよね。だからあらかじめチャージしておくペイペイか現金ですね。そうタッチ決済とかすっごい便利なんですけども、タッチ決済って基本クレカなんで、使いたいんですけど、なんかどうやって管理したらそのクレカでその当月の分に入力しやすく、もうちょっとねどうすればいいんだろうみたいな感じなんですけど、なんか予算決めればいいのかな、ちょっと分かんないですねなんかあったら教えてください。
はい、そんな感じで、食材の方は購入してますね。ですごい食材だけでまあまあ喋りましたね。はい。次日用品の方まで行っていいですかね。日用品で言っていいんですっけ？違う、合ってるんですっけ？消耗品っていうんですかね。生活必需品みたいなところですね。がちょっとミニマリストなので、多分普通の家庭よりはそのね、消耗品買う種類が少ないんじゃないかなと思います。でその買うものを言うとちょっと大変なんで、買わない消耗品ちょっと思い出しておくと、紙類はね私買わないんですよね。ティッシュ、キッチンペーパー、トイレットペーパーは買うけど、もちろんティッシュ使わなくて、キッチンペーパーも使わないようにしていて、で洗剤類も多分ちょっと少ないですよね。ミニマリストさんはみんなそうされてる方が多いんですけど、洗剤が多分あんまり多くないですよね。なんかその台所、洗剤だから何がある？洗剤がヤシの実の洗剤、台所食器用の洗剤とちょっとボディーソープ類も含めていいですかね。シャンプー、ボディーソープ、トリートメント、お風呂洗剤、洗濯洗剤かな、液体洗剤ですね。多分ここに普通のご家庭だと、私も昔そうだったんですけど、そのカビキラーが入ったりとか、トイレ用の洗剤が入ったりとか、カビキラー、トイレ用、昔何持ってたかな、ハイターとか、あと柔軟剤とかですかね。あと多分フェイス、顔洗うやつ、洗顔か洗顔料かとか入ってくると思うんですけど、なんかちょっとね、いろいろとこうミニマル化していて、トイレとかはね、トイレクイックルだけで掃除してます。はい。とかね、顔はボディーソープで洗ったりとかねでクレンジングを使わなくていい化粧品を使ってたりとかですね。ちょっと消耗品自体の数がまず少ないかなっていうのはあるんですけど、もっと言うとね、ティッシュは使わなくて、鼻水別にあんま出さないから、誰もどうしても鼻かみたい時はトイレットペーパーとかね、ポケットティッシュ使うんですけど、なんだっけ、キッチンペーパーも揚げ物しないし、油を敷く時しか使わないんですよね、キッチンペーパーって。だから油を敷く時はちょっと油ビャーっと入れて温めて、なんか食材で伸ばすみたいなことをね、私はやってます。なんか紙類はね、ちょっとねもったいないなっていうのが普通にあって、すぐゴミになってしまう使い捨てっていうのがね、ちょっと環境にとって良くないし、お金かかるしっていうので、場所も結構取りますよね、あの子たちは。だからちょっとねやめてますね。ティッシュ代わりにおしぼりとか使ってますね。はい。で前置きめっちゃ長いですねそう、日用品の買い出しなんですけど、日用品の数がちょっと種類がそもそも少ないぞっていうところと、あれですね、これもちょっとスーパーと同じで、買い物に行く回数を減らしてます。買い置きは買い置きしないスタイルのミニマリストの方いるんですけど、私もね一時ね買い置きしないスタイルにちょっと試してみたんですよ。数ヶ月前ですね。その前は買い置き普通にしてたんで、買い置きしないスタイルを試してみたんですけど、買い置きしないスタイルにすると何が起こるかってね、急に切れるんですよね。当たり前だけどなくなったみたいな感じで、シャンプーなくなったみたいなで、数日は大丈夫じゃないですか。で数日は大丈夫なんですけど、じゃあ明日でいっかとか思ってるうちに、やべ今日買わなきゃみたいな感じの日が来るんですよ、私の場合ね。今日買わなきゃみたいな日が来るんですけど、なんかその慌てて仕事帰りとかに子供連れてドラッグストアに行くと、やはりさっき話しましたよ、同じことね。スーパーと同じくお菓子1個買っていいよ始まるんですよ。で誘惑の中を歩いていくので、ドラッグストアもやっぱスーパーと同じじゃないですか今ね。なんでついうっかりプリン買ったりとかアイス買ったりとか、
その場で食べるやつとかねしちゃうんですよマジで。もうそう、それが結構月にね何回も起こるんですよね、買い置きしないスタイルだと。だからもうこれはまずいなと。で時間なくなって、平日にですよ、時間なくなっちゃって、もう晩ご飯作る時間ないからって言って、なんか買って帰っちゃうみたいなことも起こるし、すき家買って帰るとかしたらね1,000円ぐらい飛ぶわけじゃないですか。もったいないと思って、だから買い置きしないスタイルはちょっと我が家には向いてないなっていう、時間がないね我が家にはちょっと向いてないなっていうところで、なので、消耗品、生活必需品、日用品の買い物に関しては月に1回1ヶ月分を買いに行くことに今決めてます。なのでドラッグストアに行くのは月に1回ですね。時々ね足りなくなって買いに行くこともありますけど、基本的には月に1回しか行かないっていう風にしてます。で、またここでも出てくるiPhone アプリのメモ帳をですね使ってるんですけど、チェックマークをねつける機能があるんで、 iPhone のメモ帳ですね、そのチェックリストみたいなのを作ってるんですけど、そのですね、台所の消耗品と、浴室洗面所の消耗品と、そんなもんですっけね、トイレとかね、トイレないけどとか、マスクとかね、そういうのも全部こうリストアップ、ドラッグストアで買うものをバーッとリストアップしておいて、でその、タイミングとしてはお給料日の後ですね、だいたい今日14日ですね。今日行ってない私、今月忘れてました。今月まだ行ってなかったです。まだお給料も下ろしてないしね、行かなきゃ。でなので、お給料が入った次のお休みとかに家中を徘徊して、 iPhone のメモを見ながらですね、家中を徘徊して、まずお風呂場行ってシャンプー、トリートメント、ボディーソープの残量を確認して、ストックを確認して、で1ヶ月以内にその次のお給料日までになくなるなって思ったものは買うみたいな感じでやってますね。そうだからシャンプー、トリートメント、ボディーソープ見て、洗濯洗剤見て、あと歯ブラシの替えとかそういうのもですね、歯ブラシの替え見て、3人分見て、歯磨き粉も見て、あと髪の毛、私髪にアンズ油をね使ってるんですけど、アンズ油見て、化粧水はね無印、そうスキンケアはね無印だからちょっと場所が違うんですけど、一応それも見て、スキンケア見て、トイレットペーパーとか、あとトイレのそのトイレクイックル見て、あとは台所に行って、台所でヤシの実洗剤の残量を見て、あとエタノールですね、ちょっとお掃除に使ったり、匂い消しに使ったり、消毒に使ったりしてるエタノール見て、あとコロコロの替えがあるかなとか見て、あとはね、あったかな、そんなもんですかね。少ないでしょう絶対。あとマスクか。マスクは私はもうウレタンじゃなくてあれか、ケイトの小顔マスクをね使ってるから、ずっと洗濯して使ってるから、あれは買い足す必要はしばらくないですが、子供のマスクは不織布のマスクだから、消耗品だから、あれを見てって感じですかね。そんなもんですっけ。なんかもっとあった気がするんだけど、あとゴミ袋とかですね、ゴミ袋も見て、多分20種類ぐらいだったかなと思うんですけど、でチェックマークをバーッと入れていって、チェックが入ってないものだけドラッグストアに行って、その1ヶ月分買うようにしてますね。そうで、なんかそれもその買い物行かなくても Amazon で買えばいいじゃんって思って Amazon もね試したことがあるんですよ。そうなんですけど、Amazon ですね、地元のドラッグストアと比較すると結構高かったんですよね。私が見た時はですね、1.5 倍ぐらいすんじゃんみたいなやつがあったから、安いやつも当然あったんですけど、これは Amazon の方が安いな、これはでもこっちが安いなとかやってると、結構やっぱそのね、手間かかるっていうのがやっぱり一番いけないんで、もうやっぱドラッグストアの方が安いものが多かったから、もう月に1回もうドラッグストアだけで買うって決めて行って買うようにしてますね。ドラッグストアだからね、薬のストックとかもね見とかなきゃいけないですね。私薬は結構ねしっかり持ってるタイプです。はい。あとラップとかもね
見ますね。ラップアルミホイルも見ますね。その辺がちょっと1ヶ月以内に切れないように買っておきますね。なんでちょっとストックをちょっと置くことになってしまうんですけど、ドラッグストアに何回も行ってね、重い荷物持って無駄買いしてまたなんか余計なもん食べちゃうよりは全然いいかなっていう感じですね。あとね、忘れがちなのがですね、小学校の消耗品。これはね、ちょっとまだ慣れないうちは忘れがちですね。なんか鉛筆とか消しゴム、鉛筆消しゴム、赤鉛筆、青鉛筆みたいな、なんかその購買部に行ければいいですけど、行けない、うちの子はね、なんかその購買部なかなかあんま行けないみたいな、わかんないみたいなこと言われたから、もうじゃあ私が買うしかないじゃないっつって、で赤い鉛筆とか売ってないとこもあるんで、なんかそのちゃんと文房具屋さんに行かないといけないとか、そういうことも起こり得るので、ちょっとね多めにね貯めてますね。鉛筆、消しゴム、鉛筆、消しゴム、赤鉛筆、青鉛筆ですかね。なんかね鉛筆の消耗がね半端なかったんですよ。最初の何ヶ月か、なんかストレスが溜まってたんでしょうね。鉛筆ボキボキ折って帰ってくるんで、もうなんかまたなくなったみたいなね、なくすし折るしみたいな感じで、鉛筆の消耗が半端なかったんですけど、今全然なくならなくなりました。よかったですね。ちょっとストレスがなくなってきたみたいでね、よかったです。でね、消しゴムもね、私はねまとまるくん派なんですよね。モノ消しゴムじゃなくてまとまるくんがいいんです。でまとまるからねまとまる消しゴムがいいですよね、絶対で。でまとまるくんがねなんかね地元の私の県の人はみんなここに行くぞっていうホームセンターがあって、愛されてるホームセンターがね、これはねちょっとね近い人は分かるかもしれない。何でも売ってるホームセンターがですね、ホームセンターに行ったらまとまるくんあるだろうって思ったらね、まとまるくんないんですよ。なんで消しゴムこんなにあるのにまとまるくんないんだろうみたいなね、そういうこともねありますからね。ドラッグストアはね普通にありますから、まとまるくんないことがあるから、ちょっとね小学校消耗品はね、最初のうちは慣れないうちはねちょっと多めに買っておくことをおすすめします。はい、ちょっとね今日食材と日用品の買い出しルールについてねちょっとねお話ししてみましたけど、なんか皆さんどうお買い物なんか済ませてますかね。よかったら教えてください。ちなみにですけど、その晩ご飯のメニューですね、固定化させてるって言ったけど、なんか夜ご飯に関しては結構半分しか半固定みたいな状態なんですね。で食材をねちょっと少なめに買います。だから月曜日はこれ作って、火曜日はこれ作って、水曜日これ作ってってやるっていうのも考えたんですけど、それだともし月曜日それ作れなかった時、なんかその事情があってね、なんか足りなかったりとか時間がなかったりとか、なんか食材なんかそんな気分じゃなかったみたいななんかいろいろあるじゃないですか。その固定させすぎちゃうと、メニューまで固定しちゃうとなんかね融通きかなくなりすぎて、ちょっとね私には合わなかったんで、ざっくりなんか使いやすい食材をですねこう買っておいて、月火水木あたりまで足りそうな量を最初に買っておくんですね。で金土あたりはマジで残りでなんとかするみたいな感じでねやってます。なんでこれ話したんだろうこれなんかご飯の会で話した気がします。すいませんでした。私は過去のラジオはちょっとね聞くことができなくて、も恥ずかしくて何を言ったかね全然覚えてないんですけど、そうだからだからあれですよね、そのなんか冷蔵庫にあるもんでねなんとかなりますから、ちょっともし回数多く取ってる人はね、少ない回数でのお買い物もねちょっと試してみてほしいなって思いますね。なんか金曜日は冷蔵庫をすっからかんにする日みたいな風に私は決めてるんですけど、それだとねもう創作意欲がね湧くっていうか、なんかちょっとアハ体験みたいなのが起きますからね。豆腐と大根しかないみたいな、どうやって組み合わせたらいいんだみたいな感じので、ピンとひらめいた時の、私は今の食材だとひらめかないですけど、ひらめいた時のね感動はね結構ねたまんないですからね
はい、ちょっとそういう日もなんか作ってみてもいいんじゃないかなと思います。だいたいね1日ぐらいね家にあるものでねなんとかなるんですよ。だいたいね肉か卵と野菜が1個ずつあればなんとかなります。ちょっと旦那さんがいたらねちょっと厳しいかもしれないですけどね、うちみたいにもう何作っても何も言われない子供たちしかいないからね。そんな感じでちょっと回数とか、買い方とかをね見直しをしてみたらいいんじゃないかなってちょっと思った次第でございました。はい、ちょっと、今日も安定の45分ですね。すごいですね。なんか結構自由に喋ると大体この辺がなんかラインなのかなみたいな感じがしてまいりました。はい、ちょっとじゃあ見直ししてみてください。ぜひですね。はい、でもし何かこうしてるああしてるっていうのがあったらコメント欄にて教えてください。私クレジット使う人の家計管理がねどうしてるかがねすごく気になるんで、ぜひねちょっと気になります。私はクレジットカードで失敗をしたことがあるのであまりクレカは使いたくありません。はい、じゃあ今日はこの辺でおしまいにします。はい、なんか最近すごくコメントいただくことが多くて本当にありがとうございます。励みになります。はい、これからもよろしくお願いします。はい、では、高評価、チャンネル登録、よかったらコメントもお願いします。はい、じゃあまたお会いしましょう。ありがとうございました。